こんにちは。このポッドキャストでははっきりとした日本語で速すぎないスピードで話します。日本語の聞き取りに、便利なポッドキャストです。僕は OK ジャパニーズの OK と言います。僕と一緒に日本語を話しましょう。僕は今外にいます。外でこのポッドキャストを撮っています。だからいろいろな音が聞こえます。車の音、風の音、そして電車の音も聞こえます。さっき家でビデオを見ていたんですが、感動して泣いてしまいました。感動で涙が出たんですね。僕が見ていたのは YouTube です。そして音楽の YouTube チャンネルです。もしかしたら知っているかもしれません。NPR のタイニーデスク、そういうチャンネルですね。NPR というね会社が音楽のチャンネルをしている、オフィスの一部で、ミュージシャンを呼ぶんです。ミュージシャンがオフィスの中で演奏する、そういうチャンネルです。とても有名で、今は世界中の有名な人が出ていますね。僕が今日見たのは、アルゼンチンの2人のグループです。なんていう名前だったかな。カトリエル・イ・パコ・アモロソカトリエル&パコ・アモロソ、初めて見たんですね。ラップと歌がメインだと思うんですが、それ以外の楽器の人もたくさんいます。ドラム、キーボード、そしてバッキングアップボーカルね、そしてトランペット、トロンボーンもいたかな。あともう一人いましたね。たくさんの人が演奏していて、初めて見た音楽だったんですが、もうすぐに体が動いてノリになりました。こう音楽を聴いて楽しくなる、そういう時にノリになるって言いますね。ノリになったよ、ノリだね、そういう風に言います。そして僕は笑顔になっていました。素晴らしいね演奏を聴くと笑顔になりますね。何が良かったか、彼らは2人組で、見た目は、ちょっと強そうですね。タトゥーが体にいっぱいあって、そして、すごく派手な髪型、すごく派手な服、真っ赤な服を着て、ティアモって書いてあるね、確か真っ赤な服、そして若い少年のような顔で、元気な、やんちゃな少年青年2人組なんですね。声が素晴らしい。そしてもう音楽で自分を表現するということをすごく素直にやっている、そういうふうに思いました。音楽で自分の伝えたいことを伝えている、そしてそのために生まれてきた、そんな雰囲気ですね。それがもう素晴らしい、美しいなと思いましたね。例えばね、日本でも悪いことをしてしまう人はいますね。このグループとは関係ありませんが、
ね、悪いことをして例えば捕まってしまう、そういう人もいますね。そういう人の中にも自分の表現をしたくて、でもする方法がないとか、近くに悪い仲間がいた、そしてその悪い仲間と一緒にいたから悪いことをするようになってしまった、そういう人もいると思います。そういう人の話ですね。もちろん本当に悪いことをしたくて悪いことをしようと思ってする人もいます。それは良くない。それはまた違う話ですね。で僕の言っているのはもしかしたらそういう人たちも違う場所に生まれたら、違うところで育ったら、違う仲間に出会ったら悪いことはしていなかったかもしれないと思うんですね。音楽の中には悪さがかっこいい、そういう要素もやっぱりありますね、昔から。例えばパンクロックね、1970年昔のパンクは、社会はダメだとか言って、悪いことをして、そういう表現で音楽をしている、そういう文化はありましたね。でもそれも、かっこいいって思う人はいますよね。それでまたタイニーデスクの話に戻ります。そのチャンネルでタイニーデスクでたくさんのいろいろな新しい人を見つけることができます。その番組は有名な人だけじゃなくてあまり知られていない素晴らしい音楽に出会うことができる。僕のもう一つそこで知ったお気に入りのバンド、音楽、それは韓国のバンドです。名前は ADG7 と書いてアクダンガンチルでしたかね。難しいんですが、そのバンドは、韓国の伝統的な音楽、昔からの音楽、あと民謡、その音楽をしています。でもそのままその民謡を演奏していない、今の音楽と混ぜてアレンジして、今の音楽のサウンドで演奏しています。素晴らしかったです。歌う人がいて、女性、韓国の伝統的な服、似た服を着ているんですね。他のメンバーも皆、少し伝統的な服を着ています。それはね、ドラムがいて、またね、笛のようなものを持って民族楽器のような笛を吹く人もいる。合計7人ぐらいのバンドですかね。7人ぐらいで演奏している。そこでね、歌もやっぱり聞いたことがない歌ですね。韓国語だし、音の使い方も西洋とは違う、西洋の音階とは違う音を使っている。だからとても新鮮ですね。新しいですね。僕の耳には新しいね。そして歌ったりセリフもあるんですね。途中でセリフが入って、それは少しミュージカルのようですね。そして振り付け、踊りのような動きもある。こう体を動かして、はっ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 て言って体を動かして、それも映像で見てると素晴らしいなと思っていました。笑顔になっていました。笑顔で見ていました。やっぱり素晴らしいものを見ると笑顔になって、さらに本当に素晴らしいと涙が出てきますね。僕は素晴らしい絵を見たり、素晴らしい景色、素晴らしい音楽、
それを聞くと涙が出てきますね。皆さんも、タイニーデスクでもしお気に入りの人がいたら教えてくださいね。日本の人も何組か出たことがあります。その番組に出ていました。素晴らしいですね。チャイというグループも出ていましたし、コーネリアス、というグループも出ていたと思います。他にも出ている方はいると思いますね。見たことがあるかもしれませんね。僕の好きな日本のミュージシャン、それは坂本慎太郎さんです。坂本慎太郎さん、彼は世界でも、有名です。日本語で素晴らしい曲を作っています。もともとバンドをやっていた人ですね。ゆらゆら帝国というバンドをしていた人です。彼の魅力は声、そして歌詞、ですね。独特な声をしています。素晴らしい声。そして歌詞も、シンプルな日本語です。大体の曲は、簡単な日本語だけどかっこいいかっこいいんですね。で西洋的なリズムもありながら日本語を使う、そういうスタイルです。日本にはそういうスタイルのバンドがたくさんいます。そこが難しいんですね。なぜなら西洋的なメロディー、そして日本語の音違いますからね。俳句とか詩、それはいいんですよ。でも西洋のメロディーになるとちょっと難しかったりするんですね。だけどそこをうまくとても素敵な歌詞、そして素敵なメロディーで作っている、そういう人です。彼のおすすめの曲は君はそう決めたという曲ですね。君はそう決めた、君がそう決めた、どっちだったかな。素晴らしい、曲です。ぜひぜひ聴いてみてくださいね。それでは今日は音楽のお話、僕の好きなチャンネル、感動した、泣いた、というお話でした。ちなみにその最初のアルゼンチンの2人組の、チャンネルの動画、もうすごく良くて、僕はコメントを書きました笑顔で泣きました。そういうコメントを、書いてしまいました。それぐらい感動しましたね。それじゃあ、今日は聞いてくれてありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。